ボーニック。はい、ダイナミックオーディオ45の3階のマネージャーしてます柴田と言います。どうぞよろしくお願いします。まずデザインですよね。とにかく天然木使った手触りとか全体の佇まいがもうまず見て分かる、使いながら生活している様子が想像できるというか、リビングとか、自分のオーディオルームでもいいんですけど、あと、書斎とか自分のプライベートな場所とか、そういうところでオーディオを鳴らして音楽を楽しんでいるっていうイメージがすごくできるんですよ。他のスピーカーでももちろんできるんですけど、このボーニックのスピーカーはそれがイメージしやすいですね。こういうスピーカーを置いて音楽を楽しみたいっていうのがすごく想像できる。作り手もそういう意思で作ってるっていうのがものすごく伝わってくる仕上がりになってますし、何十年とスタジオエンジニア、あと録音技師をやってるプロフェッショナルな人なんですけど、そういう方が作ると大体こうできてくるコンシューマーのスピーカーもちょっとこうプロフェッショナル前とした仕上げになったりするんですけど、全く違うというか、そういう人がプライベートな時間に音楽を楽しみたいと思った時にできたものがこういう形だっていうことになんとなく見えてくる一つ一つが、とにかく趣味としてのオーディオの塊だなと思う。聞いていただいた方にはとにかくまずサイズが小さいのに、こんなに音が出るっていうのを体験していただくんですけど、まさにそのことが音で現れてるというか、小さいんですけど良くなると。音響的なアプローチが、本当そこは何十年と音に関わっているプロの人が作ってるなっていう細かい設計思想が十分生きてると思います。相当音しっかりしてますから、しっかりしてるっていうのはいわゆるものすごくナチュラルな音が出ます。お店はねやっぱり常に仮想お客様を想像する場所なんですよ。お店は僕が個人的に好きなものを置いてるんですけど、でもそうなりすぎてしまうとちょっと偏ってしまうんで、常に数人のお客様というか仮想ですけどね、のためのオーディオ、こういう方がいらっしゃったらこういうオーディオ似合うんじゃないかなとか、こういうスペースで鳴らす方にはこういうものが似合うんじゃないかなとか、やっぱり半分ぐらいはやっぱりこうある種ちょっと仮想の人を立ててイメージしてレイアウトしてる。やっぱりよく相談されることが多いんですけど、大体こう8畳から10畳ぐらいのスペースでオーディオをやりたいとか音楽楽しみたいっていう方のための想像が一つ。あんまり大きなものを置きたくないっていう人にはもちろん最適だよね。あとスピーカー前としてないものという、スピーカーカーでも見た感じこれはねフロアタイプで、この辺ぐらいまでしか映ってないんですけどね、これフロアモデルでダブルの8っていう、多分ダブルはねこれウッドの意味だと思うんですよ。ダブル8で、これ一番小さなブックシェルフがダブル5、外側にあるのがダブル11、パッシブモデルはこの3つ、この3機種ね常にありますから全部聞けますよ。全部見て触って聞いてもらえる。日本ではなかなか展開しにくいんでないですけど、ダブル13っていうアクティブウーハーがついたモデルもこの11と同じサイズで、アクティブのウーハーがついたモデルもあるので、実は4で、さらに、最近はウェブ上でも公開されてるんですけど、ダブル22だったかな、フラグシップモデルがね発表されて、それは日本展開があるかどうかちょっとまだ分かりませんけど、これをこうやって触るとねこう揺れるっていう、こういうスピーカーです。あえて揺れるというね。すごい音、聞きましたね。聞きましたね。とある人のとこですね。最近クラシック聴くようになったっ
言われてマーラかけてもらったんですけどね、びっくりしましたねすごいなと思って。とにかくどの楽曲が鳴ってる瞬間よりもご自身が一番楽しそうっていう、その現場にいる誰よりも再生ボタンを押したその本人がもうテンションがマックスっていう、いやそういう姿を見て、あ、本来こういうことだよなと思って、オーディオとか音楽を楽しんでるっていうのをですごい、うわすごいいい音だって思って、こんないい音久しぶりに聞いたなと思ってふっと隣見ると最高に楽しんでるっていうか、すごいなと思って、自分の楽しみ方がちょっと最近落ち着いてしまったなとか、少し冷静に見過ぎている時が多いなとか、そういうことをね思い知らされる、オーディオとか音楽ってこんなに確かに最高なことだったなっていう、それはねつい数週間前に、しっかり体験してますね。いや背筋が伸びるっていうかね、そういう経験はしましたね。ジャズも聴かせてもらいましたけどね、確かロバート・グラスパーの新しいブラック・レディオ3からの一曲も聴かせてもらって、低音が本当にもう本当に広い部屋なんですけど、地面に全部こう張ってくるような、それは新しい体験のような感じでしたね。それはでもボーニックじゃない？ボーニックではないです。はい。だから本当にオーディオ、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、オーディオは何でもいいと思うんですよ。本当に気に入ったものとか、試行錯誤した結果何かたどり着いたものとか、何でもいいと思います。だからもうその人が選んだものでその人が最高に楽しんでるっていうのが、もうとにかくそれに勝るものはないというのを、皆さんも多分思ってると思うんですけどね、僕は多分そういうことを体験する機会が非常に恵まれてるというか、皆さんのお宅にお邪魔したりして、最近でも体験したということですかね。